おはようございます。ケンです。今日は11月17日から22日までのテスラの1週間を振り返っていきたいと思います。結論から言うと、今週のテスラは個別ニュースが一見バラバラに見えますが、実は全てがロボタクシー時代への本格移行という一本の線でつながっています。この流れを俯瞰してみたときに、僕は正直テスラはすでに次のフェーズに入っていると感じています。そして今後5年、テスラ株をどう見ていくかにまで影響する大きな構造変化の1週間だったと思います。ではまず、簡単に今週起きたことをまとめておきます。スーパーチャージャーが世界で7万5000機を突破し、たった5ヶ月で5000機もの増設。FSD は視覚ネットワークが強化されたバージョン 14.2 が後半展開に入り、より人間に近い認識に進化しました。アリゾナ州からは州全域でロボタクシーを運営できる TNC 許可が下りました。テスラはレンタル事業を$60という破格の価格でスタートし、無制限マイル、スーパーチャージャーも無料です。さらに外部企業が自社ブランドでスーパーチャージャーを設置するという新しいモデルも誕生しました。そしてモデル X は最大180キロの軽量化が実現し、航続距離と運用効率が向上しています。これだけ並べるとニュースが多すぎて混乱するかもしれません。ですが今日はこのバラバラに見えるニュースを一本のストーリーとしてつなげて解説をしていきます。目線としてはテスラは何を目指しているのか、そしてこの動きはテスラに投資をする投資家の人たちにとって何を意味するのかです。まず最初に押さえておきたいのは、今週のテスラは明確にロボタクシー時代に向けた動き、これを加速させているということになります。アリゾナ州での TNC の許可取得は単なる規制の一歩ではありません。これまで自動運転の認可っていうのは町単位だったり、あるいは一部のエリアから始まるのが普通でした。でも今回は州全域です。アリゾナという広大なエリアで有料のロボタクシー事業を正式に運営できるという判断が出たということになります。これが意味するのは、テスラが持つ FSD データ量、学習スピード、そして車両の安全性がすでに州規模で認められ始めたということになります。これはロボタクシー事業を一気にスケールさせるための極めて強い前例になります。アリゾナの判断がテキサスだったりフロリダ、ネバダに広がっていけば、一気に数百万台のテスラ車がロボタクシーとして稼働する未来も見えてきます。そしてここで重要なのが FSD の進化と許可取得がタイミングを合わせてきているという点になります。今回のバージョン 14.2 は単純なアップデートではありません。視覚ネットワークが強化され、緊急車両や障害物、人の挙動の把握がさらに人間に近づいています。封鎖された道路や急な迂回ルートの判断も改善され、市街地での安全性が全体的に底上げされています。これは単なる精度の向上ではなく、ロボタクシーを安全に運用するために必要な能力、これを備えてきているアップデートとなっています。そしてもう一つ大事な点があります。テスラは今、技術だけではなく運用の準備も一気に進めています。具体的には、ロボタクシーの利用者に対して、車内に通常以上の汚れが生じた場合に、自動で追加料金が発生する清掃料、これを導入したということになります。これっていうのは、Uber や Lyft では当たり前の仕組みですが、テスラがこれを取り入れたということは、数万台規模でのロボタクシーが稼働する世界を想定し始めているということになります。ロボタクシーにとって最も重要なのは、稼働率です。清掃やトラブルで1台が長時間停止すれば、その分収益が落ちます。その仕組みをあらかじめ制度化しておくというのは、明らかに運用フェーズを意識している動きです。さらに充電インフラにも変化が起きています。スーパーチャージャーが全世界で7万5000機を突破し、たった5ヶ月で5000キロ増設です。そして初の外部ブランドによるスーパーチャージャー運用モデルが誕生しました。これは今後のスーパーチャージャーの拡大をテスラ単体の資本ではなくて外部企業を巻き込んだ
共同拡張モデルで進めていくという意思表示です。ロボタクシーの世界では充電待ち、これが最も大きなボトルネックになります。だからこそテスラは充電インフラをどれだけ早く、どれだけ広く展開できるかっていうのを最優先に考えているようにも見えます。そしてそれを自社だけではなく外部企業の力も借りて進めていく。これはまさにロボタクシー時代を前提にしたインフラ戦略です。そして次にレンタルプログラムの話です。アメリカの複数都市でテスラの公式レンタルが$60から利用でき、しかも無制限マイルでスーパーチャージャー無料というのは破格の設定になっています。これだけで利益を出すのはほぼ不可能です。では、なぜやるのか、僕は2つの目的があると思っています。1つ目は、購入前の体験を最大化することです。テスラは乗ればわかる車です。FSD の快適さ、燃費の良さ、加速性能、車内の UI、これら乗った瞬間に印象が変わります。だから、購入前の体験のハードルを徹底的に下げる狙いがある。そして2つ目は、ロボタクシー文化の前段階として、車を所有せずに使うという行動を浸透させたいということもあると思います。これが当たり前になれば、シェアやロボタクシーの需要が進みます。テスラはこの流れを見越して、今のうちに利用習慣を広げようとしているのだと思います。そして、モデル X の180キロの軽量化についても、これは単なる車両の改善ではありません。ロボタクシーとして長時間走る車両は軽いほどバッテリー消費が減り、運用コストが下がります。軽量化っていうのは運用効率そのものを左右する要素です。つまりテスラは車両設計からインフラの構築、運用のルール、規制対応まで一気通貫でロボタクシー事業を前提に動き始めています。今週のニュースは本当に多かったんですけれども、これらはすべてロボタクシー前提の世界、これを描くためのピースです。FSD が進化し、アリゾナ州が州全体で許可を出し、スーパーチャージャーが急拡大し、レンタル文化が浸透し、車両は軽くなる。この流れが同時に進んでいるっていうのは偶然ではなく、テスラが明確に次の10年戦略へ踏み出している証拠だと思います。では、ここから先は少し未来についてお話をしてみたいと思います。ロボタクシーが本格的に動き始めた時に何が起こるのか。まず、テスラのビジネスモデルは大きく変わります。車を売って終わりではなく、車1台が毎日お金を生み続ける世界になります。これっていうのはソフトウェア企業に近い収益構造で継続課金の形になります。そして充電インフラはテスラが握り、FSD は OTA で改善され続け、車両はロボタクシー前提で設計される。そうなると、テスラは移動を売る企業ではなく、移動のネットワークを運営する企業に変わります。Uber と Google と電力会社を足して3倍にしたような存在になっていくんじゃないかと思います。これが実現すると、テスラの企業価値っていうのは、これまでの尺度では測れなくなる可能性があります。最後に、視聴者の皆さんにお聞きしたいことがあります。もし自分の車が夜の間に自動で働いてくれる未来が来たとしたら、皆さんはそのネットワークに参加したいと思いますか？車の価値はどう変わり、街の風景はどう変わっていくと思いますか？そしてテスラはその未来を実現する企業としてどこまで進化していくと思いますか？今日お話しした内容が今週のテスラを理解する上で少しでも参考になれば嬉しいです。そしてこのチャンネルでは今後もテスラの戦略やロボタクシー時代の未来、こういったことに対して未来をどんどん見ていくようなチャンネル、こういったチャンネルになっていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんの意見っていうのをコメントでお聞かせください。そして皆さんの意見もそういったことも踏まえて、この動画っていうのも今後作っていこうかなと思っております。はい。では本日のコメントこちら紹介します。本日は松本さんのコメントです。このところ毎晩寝たり起きたり株価が気になって仕方なかったけど、テスラはどんどん前進しているから、右往左往せず、じっくり構えていくことにしたというコメントです。ありがとうございます。テスラの場合はボラティリティが高いので株価の動向は気にせずに長期でのみ見るのがおすすめです。確かに気になるかもしれませんが、暴落したら買うっていう感じで下がったら買えるチャンスと思うのがいいんじゃないかなと思います。だってよーく考えてみてください。ちょうど1年前ですよ。トランプさんが大統領になって株価が$300を超えたのは、その頃からしたら今の株価って
いうのはかなり高いですよね。ロボタクシーのイベントが去年の10月です。あの時は決算もあって一気に下げて200ドルぐらいまで下がったわけです。さらに3年前、イーロン・マスクさんがツイッターを買収した後っていうのは株価が150ドルとかまで下がっているわけで、あの頃は200ドル前後で行ったり来たりしていました。それを考えると確実に上がっているわけです。なので長期に見ていく、これがベストだと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これを見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 404.35 ドルで、今週末が 391.09 ドルということで、正解は下がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は617票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 63%。しかし、結果としては下がるが正解なので 27% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、3名の方が正解となっておりまして、今回の結果で AW139MK2 さんが久しぶりの3週連続まで来ています。そして来週4週連続になるかっていうところですね。AW139MK2 さんは過去にも何回か4週連続を達成していますけれども、久しぶりの4週連続になるか、これはまた来週見ものじゃないかなと思います。そしてこのアンケートですが、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。